よっこいしょ。はい、どうぞ。はい、ババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビバナナ。ババンババンバンバビババビバババンババンバンバビバナナ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかな、あれと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことはあるのかい？おすすめしております。はい。今日はね、ロイカナがなくなっちゃったんで、いつも通りっていうか、普通に杉薬局で杉友の日に買ってきたカリカリなをあげたらな、いつも食べてるのと違うと、ああやってね、食べるのよね。なので、今日はカリカリだけね、シーバーはかけずにあげたが、にゃんこが釣れましたよっていう感じでございます。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、どうしたたまちゃん。お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。にゃんこたち、ジャスティース。今日は塩入りのお湯。
熱々でございますね。ちょっと目が覚めるかな。でも暖かくなって眠くなっちゃうかな、みたいな感じだな。今日はジャスティス用のお湯もないよと思ったのでね、さっきお湯沸かしたんだよね。しかし食器洗うのはめんどくさかったので、洗ってないので、お湯だけ沸かしたみたいなね、感じ。お気に入りさん、ジャスティス。藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、今日は眠い。眠いな。今日はね、動画編集してたね。で、今日お客さん来たわね。昨日、全然今日お客さん来る予定は入れてなくて、てか、チェックし損なってて、来ると思ってなくて。でね、たまたま今日の予約のところは、リマインドが届くところだったのね。明日の準備はできてますかっていう前日にリマインドが来るところだったんだよね。それで昨日夕方っていうのかな、動画編集をね、とりあえず切りのいいとこまで終わったからと思って、メールチェックしたら、なんかそれが来てたわけよ。と思ってさ、だからなんかの振り替えかななんて思って、結構12月はさ、結構、なんだもう1週間前までに予約が取れる感じにしてるんだけど、もう1週間切っちゃったんだけど、予約したいんですけどって人が結構いたから、だからそれでね、空いてる予約できるところにしといてくださいよみたいなので対応するんだけど、あれそれだったっけなどうだったっけなと思ったんだけど、いや、内容的にそういうんじゃないから違うなと思って、で、まあ、今日来るか来ないかわかんないけど、来たら困るから、とりあえず準備しとこうと思って、今日は朝から掃除してな。で、結局来たんだよね。で、あ、よかった。準備しといてよかった。みたいな感じで。で、まあ、帰るまでにね、時間が、映画見るにはちょっと時間ないけど、なーなんて思って動画編集終わってさ。で、まあ、とりあえずキリが良くなって、どうしようかな。映画見てるほどの時間はないけど、なんて思ったらね、なんか知んないけど、YouTube でも見っかなと思って、YouTube 立ち上げたら、霊界物語だっけ丹波哲郎の、丹波哲郎のさ、霊界物語かなんかがさ、おすすめ上がってきて。で、それがさ、1時間半でちょうどギリ見れそうと思ったんで、なんか勢いで見てみた。勢いで今日は霊界物語見てみたよねって感じ。お気に入りさん、藤子さん、天城筆はロイカナの残りが4つになってます。スリッパはカートに入れられないですよ。ね、なんか時々あるみたいなんだよね。ギフトにできませんみたいなやつ。それわかんないんだよね。どうやって見分けたらいいんだろうね。まあ、あそこに入れとけば、自分であそこから購入しても、どうやら紹介料が入るっぽいんだよ。だから自分で Amazon の買い物をする場合でも、お気に入りリストに一応入れて、で、そこから買い物するんだね。でね、ちまちまポイントを貯めてるんだね、みたいな感じなんだけど、なんかわかんないけど、自分からはほら全部カートに入れられるからね。でも、なんかギフトにできませんみたいなやつあるみたいじゃんか。それがわかんないんだよね。お気に入りさん、カイタンさん、こんばんは。で、皆さん、霊界物語は見たことありますか？で、なんか、1と2っていうの、1と2っていうのかながあったみたいで、で、まあ多分私見たのは、その1っていうのかな、1っていうのかなだと思うんだけどさ。
なんかコメントのところに、霊界物語1を見たかったんですよ。探してたんですよ。ありがとうございます。みたいなコメントがあったんで、あ、そんなにそんなに霊界物語ってあったのかと思ってね、すげえ偉い。散らかってんだけど、片っぽのお皿だけ。どういうこと？なんで片っぽのお皿だけ散らかってんだろうな。食べてた子が散らかす子だったのかな。まあ、結構ぐーちゃんが散らかすかなっていう感じね。で、まあ、拾うのもぐーちゃんなんだけど、最近あんまり拾わないんでね、散らかりっぱなしになってることが多いんだよね。ただ朝になると、その散らかりがちょっと少なめになってるわけよ。で、見てるとぐーちゃんがね、回収してるんで、あ、ぐーちゃん回収してくれてるんだなって思ったけどな。前は綺麗にね、床綺麗になってたわけよ。朝起きるとさ、ああやって散らかして食べてるのな。でも今はね、結構散らかりっぱなしなんで、ちょっと悲しい感じ。霊界物語見て。で、古い映画だからさ、まあ映像がね、だからほら CG とかを使ってるわけじゃないっていうの、あれ CG なのかな？あれ CG なのかな？わかんないけど、ね、なんか合成っていうのね、なんてすごいチープな感じっていうのかな。まあ内容さえ分かればね、まあいい世界ではあるんだけどさ、古いから。なんかでも、あの、ドリフみたいな、なんて言うんだろう、ちゃんとしたっていうのかな。なんか、まあ、シリアスってほどでもないけど、ね、なんか、コントっていうか、コメディっていうか、そういう映画を見てるのかな、みたいな、そんな感覚になったね。お気に入りさん、藤子さんは、人玉かなとか、霊とか見たことありますか？自分はないです。私もないですよ。ないです、ないです。だから、見るとね、怖いから、まあ、宇宙人がオープンコンタクトをね、そろそろしたいと思ってるようなんだけど、まあ、私は多分見ると怖い人だから、存在は認めてるんで、出てこないでもらえますって、お願いしてある。お願いしてあるから、まあ、今世生きてる間はね、私は多分、あの、見ることはないと思う。見ることはないと思うけど、存在は認めてるんで、許してちょっつって、脅かさないように、ね、存在しててくれればいいのでっていうふうに、意図してあるんでね、姿はずっと見ないと思います。お気に入りさん、映像が古くて荒いと、白真の演技もソフトに見えますね。そう、なんかヒーローものっていうの仮面ライダーとかさ、なんかそういうの見てるかのような、そんな感じだったかな。で、まあ話もそんな複雑じゃないっていうのかな。なので、本当なんだろう、昭和のね、テレビっていうか映画なのか、みたいな感じだったね。ピニーさん、そうそう。UFO や、地球外生命体に興味はあるけど、未知との遭遇はしたくないで、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。だからほら、UFO 見たいとかさ、宇宙人会いたいとかっていう人いるじゃんか。私全然そういうのないわけよ。そういうのないけど、ただいるのは確かだと思うんで、いない方のが不自然。絶対いるとは思うのね。だからまあ、いるとは思ってるんで、ただなんだ、怖くなったり驚いたりとかするのは好きじゃないから、そういう方法はやめてもらいますって言ってあるんだよね。お気に入りさん、オッペンハイマー見ました。兵器に利用されると分かっていながら、悩みながらも、原子力の開発を成功。妬まれたり逆恨みあり、政治的に抑圧ありの
タフな生涯を描かれた力作でした。お、すごいね。そこまで理解できたんだよね。私は全然理解できない感じだっただろう。言葉でもう語彙力って感じだったもんな。ガニタンさん、とっても稀に、ギニーさん、向こうも地球人を見てビビるのかもしれませんね。いやいやいや、それはない。それはないよ。だって宇宙人が人間作ったんだもん。だから地球人見て驚くことはないよ。自分が作ったもんだからね。自分が作ったものを見てびっくりするってさ、どんだけアホ、どんだけアホなんだよって話だからね。それはないっすよっていうね、感じ。だから地球人は感覚、いろんな感覚切られて、もうほんと必要最低限の五感しか残されてないのね。だから見ることができないんだけれども、宇宙人の方はそういうの切られてないからね、見ることができるっていうの。よしさん、ジャスティス。お化けや霊は信じていませんが、子供の頃深夜に布団から起きると、横開きの障子が勝手に開いたことがありました。見ちゃってんじゃん。お気に入りさん、オッペンハイマー、ちょっとエッチなシーンもあったので、皆さんもオッペンハイマーをぜひどうぞ。そうだね。おっぱいハイマーだったね。おっぱいハイマーだったよな。お気に入りさん、ヨッシーさん、ジャスティス、そうで、その後さ、キュンパスのね、券の発売が、まあ、明日からなのかなっていうので、どうしようかなと思ってね、結局、行き先、最初は時間がなさすぎるなと思って諦めた行き先を、なんかやっぱり行こうかなと思ってさ、で、もう一回またね、せっかく前検索したんだけど、いや、これ無理だな、時間的にいけないなと思って諦めたんだよね。で、捨てちゃったんだよね、その調べたやつ。だからもう一回調べ直して、もう一回調べ直してたらさ、本当はもう一本ね、ちゃんと映画見ようと思ったんだけど、時間が足りなくなっちゃって、ただね、なんだっけ、神々の山峰だったっけ、それをさ、1時間半だったんで、ギリこれなら見れると思って、それを見始めたんだけど、あれなんで誰がおすすめしてくれたんだっけ、あれって私におすすめしてくれたわけではなかったのかな。なんで誰がおすすめしてくれたんだっけって思いながら、頑張ってみた。頑張ってみたなっていう感じだったね。西さん、ジャスティス。ニョキンさん、トランスフォーマーでゴキブリを、火星に解き放った人間でしたが、いずれ、点点点。トランスフォーマーで、ゴキブリを火星に解き放った人間でしたが、いずれ、誰かな。トランスフォーマーがわかんないかな。トランスフォーマーの漫画は知ってたけど、漫画っていうかアニメは知ってんだけど、ヨッシーさん、お気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん、三霊って読むのか。読めなかった。三霊です。自分が天玉さんとヨッシーさんへ紹介しました。なるほどね。じゃあ、なら話がわかる。なんでおすすめされたんだっけと思っちゃったけど。いや、私におすすめしたわけではないのかな。なんでだったっけっていうのがわかんなかったんだけど。なるほどね。そうだね。あれは男の子の映画だもんな。ね、だから、なるほど。理解しました。理解いたしましたって感じだな。なんか1時間半なんだけど、すごい長い1時間半に感じて、で、時々うとうとして寝ながら一生懸命目開いて見たよみたいな感じだったね。
お気に入りさん、トランスフォーマーというアニメで、火星移住計画の一つとして、食材の元になるゴキブリを火星に放ったのでした。じゃあ、火星に住む人間はゴキブリを食べるっていう。もうそれはね、予言されてるっていうのなんだろうな。だからさ、火星から地球に来てんだよね、人間ってね。火星が住めなくなったんで、で、地球に移住してきたわけ。でね、G を食べようってさ、昆虫食あったじゃんか。ね、予言じゃん。なんだか火星と地球が逆パターンでな。で、人間が G 食べるっていうね。そういう流れで、なんか、君たちそっち行くなよ。そうな。今日はぐーちゃんがさ、これからお客さん来るっていう時間になったらさ、血尿のね、発作出ちゃって、いや、参ったな、今かよ、みたいな。だから、ぐーちゃんの世話しながら掃除して、ぐーちゃんの世話しながら掃除してでさ、なんかもうね、大丈夫かな、みたいな感じだったんだよね、今日ね。で、今、ほら、お客さんが帰った後でまだね、シーツが、前に敷いてたシーツが汚れちゃったんで、洗おうと思ってたんだけど、今日洗うの忘れててさ、だから明日洗ってね、乾いたら敷こうかなと思ったんだけど、またお客さん来んだよ、その頃にはさ。だから、めんどくさいからいいかなと思って、シーツを今敷いてないのにさ、ね、部屋を汚す二人が今あっちの部屋に行ったからさ、ちょっと、ちょっと気が気でなかったのね、今ね。お気に入りさん、安倍博士の、指でいけ、歯でいけ、目でいけというところが最高に胸に刺さりました。へえ。藤子さんも足がダメな時は手で、手がダメな時は歯で突き進んでください。いや、えっ手がダメな時は歯、足がダメな時は手。私多分ね、足が一番ね、丈夫なんだよね。で、手はね、今ね、爪かけちゃって、爪がかけちゃって全然ダメなんだよね。で、歯もね、弱いからせんべい食うなって言われてるから。もうせんべい食うなれがね、ドクターストップがかかってるから、だからもう足がダメになったら私はもうダメだって思ってください。ヨッシーさん、三例。三例見ました。エベレストを目指す山が好きで、取り憑かれた人のアニメでした。そうそうそう、そうだね。そこまでして山を目指す気持ちは理解不能ですが、そう。そうなんで。ね。結末は悲惨でしたね。山で死んで本人は満足だったのか、でもそうなんじゃないかと思うんでさ、今年正月にさ、餅喉に詰まらして死んだ人がすげえ多かったらしいじゃんか。だから年寄りは餅食うなとか言ってたけどさ、いやでもその年寄りたちはね、餅が大好きで大好きで、で、正月になったら餅を食べるのを楽しみで生きてた人かもしれないじゃんか。それでやっとの思いで餅食って死んだんだったら、それは本望なんじゃないですか。ね、美味しいものを食べてさ、なんか病気でね、なんか怖い思いしたり、苦しい思いしたり、痛い思いしたりせず、無事正月を迎えておめでたい気持ちの中、美味しいものを食べて死ねたんならいいんじゃねとか思ったんだけど、ダメですかね。山で死んで本人は満足そうだから満足だったんじゃねえのって思うんでね、本望だったんじゃねえのって思うんだけどね、私はね。チャムリーさん、テラフォーマーズですよ。テラフォーマー、トランスフォーマーじゃなくて、テラフォーマーっていうのがあるの。それは知らなかったな。
お気に入りさん、うちもさっき猫、ションと犬ゲロを片付けました。猫まだいるんだ。いつまで猫預かってればいいんだろうね。もうずっとうちの子になっちゃいそうだな。お気に入りさん、チャムリーさん、ありがとうございます。お気に入りさん、アニメ版と実写版のどちらも最高です。実写もあるのか。そう、話の内容は知らないわけ、トランスフォーマー。弟がいたからさ、ほら、弟がさ、男の子のテレビは見てんじゃんか。だから、それのついでで、見てるなっていうのは知ってんだけど、ただ、なんだ、すげえ集中して見てるわけじゃないから、話の内容は理解してないわけよね。で、ガンダムもさ、いとこがうちに来てる時にさ、ハマって見てたんだけど、なんか全然私は、また見てんな、ぐらいな感じでさ、私は見てなかったんだよね。なんかガンダムっていうアニメがあるな、とかさ、あとなんだっけ、トランスフォーマーっていうアニメがあるなってことは知ってたんだけど、ストーリーの方は全然知らなかったんだよね。で、まあ今思えばね、そういう話聞くと、なんだ、面白そうだな。面白そうな話だ。見とけよかったなって、今なら思うんだけどね。今更なのね。どちらも最高です。実写でも感動できる感じなんだね。お気に入りさん、最後の願いが叶うのであれば、それもいいと本当に思います。そうそうそうね。餅が好きでね、美味しい思いして死ねいいんじゃねえとか思っちゃうんだけどな。金融さん、藤子さんもう寄ってますので、間違えましたね。そっか、間違えたか、失礼しました。お気に入りさん、アニメ実写はエベレストのことを伝えたかったのですが、エベレストのことね、そうね、なんか、安倍博が、安倍博だったっけ安倍ちゃんな。安倍ちゃんがなんか実写ではやってたみたいなね。テラフォーマーズも両方ございますね。そうなんだね。C さん、127時間も、もう一つの兄も、見させてもらいましたね。なんか127時間は、なんか、題名からして2時間かかりそう。なんか長そうだなと思ったんで、それはきっと長いだろうと思って、初めから検索しなかったんだけど、今日はね、なんか、実は短かったりして。どうなんだろうな。あとは結構、調べると、今ほら、Amazon プライムに入ってるから、ね、プライムに入ってる間に、見とこうみたいな感じでさ、こうやって毎日ね、映画見れる時間あるかなってさ、ね、見ながらちょいちょい見てるけどさ、なんだっけ結構、Amazon プライムで見れる映画が少なくって、ね、なんか違うやつじゃないと見れなかったりとかするんでね、Amazon プライムで見れるやつだけ探してみてんだよな。兄さん、エベレスト安倍貞夫が、主演したらちょっと困るな。それ無理だろうね。それはちょっと無理があるだろうねって感じだよな。お気にさん、127時間。生きる力ってすごいって思いました。自分には達成できそうもないですが、じゃああれか、エベレストみたいな体力勝負的な話なのかな。そもそも検索しなかったからどういう映画なのかさっぱり見当がつかないけどな。そんだけ話題になってるってことは多分面白い映画なんだろうね。で、あとは何がある話のネタが、なんか宇宙人の話しようにもね、ヨッシーさんは好きじゃないみたいだから話せないし、あとないなっていう感じかな。エベレストの話は
吉井さんがしてくれたし、何がありますかね。指でいけ、歯でいけ、目でいけ。あとは、もう一つの兄。と、最後の願い。最後の願いは何ですか皆様のね。最後の晩餐かな。最後の晩餐すとな、その時に食べたいものが何かね、なんかほら、味覚が変わって、好みが変わってそうだからな、何が食べたくなるかわかんないな。兄さん、ハップル宇宙、望遠鏡の画像ってすごいですよ。何それ。ハップル宇宙望遠鏡。あ、そうでね、子供の時にヨッシーさんがね、例見ちゃったかもみたいな話。なんだっけ。ショート動画で、なんだっけ、何の泉だったっけ。何の泉じゃなかったっけ。江原さんとさ、三輪さんか、が出てた番組で、なんか、ゆうこりんがゲストのショート動画が上がってたんだよね。で、それを見たら、なんか、ポルターガイスト的な、なんか現象が起こるらしくって、なんかそれについて質問してるところだったっぽいんだよね。で、それに答えてるところが、ショート動画になってたんだけど、で、あなた子供みたいだからってね、言われてて、ね、庭さんに言われたのかな。で、なんか江原さんはちょっと言葉を選んで、なんかあんまり研究してなかったんだけど、三輪さんが、遠慮を知らない人なので、あなた子供みたいだからねっていうふうに言ったわけよね。で、ゆうこりんが理解できていなくて。っていうか、自分はキャラ作ってんだよね。キャラ作ってるから、なんか、おっとりキャラでね、言ってるから、テレビ見てる人からしたら、ゆうこりんはおっとりキャラのように見えるんだけど、なんか実際は感情の起伏が激しいらしいんだよね。で、三輪さんがあなた子供みたいだからねっていうふうに言って、で、まあ、三輪さんが言ってくれたから僕も言うけどっていうのでさ、江原さんが感情の起伏が激しいんでしょって。だからそういうのを子供みたいって言ってるんですよっていうふうに言ってて。で、子供は結構ね、その感情の起伏が激しいんで、ポルターガイスト的な、なんかそういうね、霊的な感じの現象を起こしたりとかするんだけど、まあ大人になってもそういうのをね、起こすっていうのは、子供っぽいからってことらしくて、あ、そうなんだと思って、だからそういうのって結構子供だと割とね、起きることが多いらしいんだよね。あとは自分が、その霊感とか持ってるって自覚してる人は、そういうのが起きると、あ、自分がやってるなっていうのは分かってるんで、なんか、あやってるって自分で思うらしいんだけどね。なんか、そうらしいよ。だから子供の時は、そういうのはあるっぽいよっていうね、話を思い出した。ハップル宇宙望遠鏡の画像。お気に入りさん、最後の願いは愛する人に見取られることそうだな。にゃんこに見取られていきたいもんだぜ。右の眉毛が上がってもいいのです。よしさん。127時間は自分は腕切断部分は直視できません。自分が主人公だったよしたら切るとは思いますが。
なんか怖くて見れないな。おきにさん、何光年も何億光年も、先の宇宙の姿をガツンと、見せてくれます。へえ、そうなのね。カニタンさん、眉毛のくだりは聞いたことある。そうそうそう。な、お願いがあるの。なんとかかんとかの私、なんだっけ。右の眉見届けた後でってやつよね。キニさん、ヨッシーさんは守る人や愛する人がいるから強く思えるのでしょうね。ああ、そうだね。それはあるよね。私はだからほら、もうね、何も失うものがないからさ、こうやってね、堂々と、堂々とどうしようもない人間として、ね、生息しておりますけどな。本当守るものとかがないとな、最強よね。逆か。守るものがあった方のが最強か。ねえ、カイタンさん、眉毛を鍛えておいた方がいいですよ。うん。おきにさん、以前人が亡くなるときに立ち会って、1時間後にトイレに入ってたら、誰もいないはずの背中側から思いっきりノックされて、本当に死ぬほど怖くなりました。そういうのは嫌だね。おきにさん、藤子さん、猫ちゃんたちが、右眉を上げたりしたら困るわけですね。猫ちゃんたちは、ね、嘘とかつかないから別にそういうのないんじゃないのかな。ね、私も、なんだろう、友人が亡くなった時間帯にその友人をまあ、友人というかクラスメートね、クラスメートを見たことがあるっていうのかな。だからその時は私が死にそうだったんだよね。まあ、この話何度かしてるから、ここでも何度かしたことあるんじゃないかなと思うんだけど、自分が、ああ、もうこれダメだと思って、これは死ぬなって思った時があったんだよね。でね、その時に、まあ、もうダメだなと思ったんだけど、病院に連れられてたんだよね。で、その連れられてる連れられて、で、結局病院に間に合ってっていうのかな。で、生き返ってっていうのかな。結局死ななかったんだよね、私はね。じゃあ、死ななかったなぁなんて思って、家までの帰りの車に乗ってる時に、前の車の後ろに、そのクラスメートがいたわけ。で、まあ、その子は私と同じ病気だったわけよね。だから多分ね、その子も苦しんでたんだろうなぁなんて思いながら、ただ、今回はっていうか、私先に行くわって思ったわけ。私先に今日行くわと思ってね、あとじゃあ頑張ってみたいな気持ちでいたわけよね。ところが病院間に合っちゃってさ、結局あれ死ななかったらっていう感じで帰り道さ、その同じ病気のクラスメートが前の車に乗ってて、いや、いたなぁなんてふうに思って。そしたらね、その時間帯にその子はね、亡くなってたね。だから、あ、やばいと思って。私が死ぬとか思ったのに死ななかったから、本当は私が死ななきゃいけなかったのに、代わりに、行っちゃったなと思って、やばい、これ私のせいだと思って、立ち直れなかった。立ち直れなかったことはあったよっていうのがあるかな。おきにさん、藤子さん、読んだ。おきにさん、初めてお聞きしました。
病院には、間に合ってよかったです。ねえ、もうだから病院もさ、なんか救急車ってあんまり、気軽に呼べないっつうの。なんか自分は喘息の中でも軽い方だからって、親には言われてたんで、で、そうか、こんなに辛いのに軽いんじゃな。もうほんと他の人は大変だって思ってたわけよね。だからそんな軽いのにね、救急車なんか呼べるわけないだろうって思ってたから、頑くなにね、なんか歩いて行ったりとかさ、まあ、父親を呼ぶんだけどね、まあ、父親もさ、近くにいない時もあるんで、そういう時は捕まらなかったりとかするわけよね。でね、なんだ、はって病院まで張って行ったりとかさ。で、病院の前で力尽きてね、ピンポン押せなかったりとか。だから病院のその、カメラっていうのかに映ってて、で、まあ、中から人が出てきて病院の中に入れてくれるみたいな、まあ、そういうこともあったりとかね。だから私は発作が起きると昔はさ、病院に行ってたわけよね。そうするとさ、で、ようやくたどり着いたっつうのにさ、後から救急車が来てね、で、救急車が優先だからさ、救急車の人の対応がね、先になるわけよ。で、私それ終わるの待ってるわけよね。そうするとさ、その救急車の対応してた先生がさ、で、大げさだな、救急車なんかで呼び上がって、なんかね、喘息だったみたいだけどさ、なんか軽い、すごい軽いのにみたいな、なんか言いながら出てきたわけよね、先生がね。で、私、死に損ないみたいになってるから、なんだっていう感じで先生青ざめて、どうしてこっち先にしなかったみたいな感じでね、言って、で、名前言えるかって言うからさ、いや、言いたくない。苦しいから言いたくないって思いながら、これ言わなきゃ多分入院させられんだろうなと思って、入院は絶対に嫌だと思ったから、もう必死で名前言うんだけど、もう何回も名前言えっか名前言えっかっていうか、もう何回も言いたくないのに、入院だけは絶対に嫌だと思って、一生懸命しょうがないから名前言って。でね、病室空いてるかとかって聞いてっからさ、看護婦さんとかにさ、いや、空いてなくていい、空いてなくていい。空いてなくていいからって思いながら、毎回なんかそんな感じで病院に行ってたよね、みたいな感じ。でね、あの、薬が私は合うみたいでさ、で、ケロッと治るわけよ。今までの喘息の発作、何だったんだっていうぐらいね、ケロッと治るわけよね、その薬でね。で、先生もびっくりして、治った。まあ、治ったっていうか、収まったっていうのか、発作がね、収まったよ、みたいな。入院する帰るみたいな感じでさ、いつも聞くんだよね。で、いやいやいや、帰りますから、みたいな感じでさ、帰るんだけど、みたいな。まあ、そんな学生生活でございましたね。ねえ、おきにさん、今は意思表示カードがあるから蘇生しない場合もありますね。意思表示カードがあるから蘇生しない。あ、本人が、延命処置を希望しない場合は、蘇生しないっていうことか。おきにさん、藤子さんの必死に入院にならないように気を張る姿が想像できます。そうそう、頑固者だから。頑固者だからな。もう絶対嫌と思ったらもうね、押し通すみたいなね、姿がね、もう容易に想像できるだろ。おきにさん、今、疲労がピークでそうね。そうだろうね。えーっと、なんだっけ、休まるだしかな。
安丸だしのもやしスープを食べながら、200円の柿を、もしゃもしゃ食べてます。ああ、柿、そっか、まだ売ってるね、そういえばね。最近もう柿が高くて全然買ってなかったけどな。なんか30%引きのシール貼られてるなと思いつつもさ、もうそもそものね、元の値段が上がっちゃってっから、どん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 上がってっからさ、いや、さすがに30%引きになっててもいいやとか思っちゃって、最近全然柿買ってなかったから忘れてたけど、そうだね、まだ柿売ってるよね。そうだね、200円ぐらいするよね、普通に買えばね。カタンさん。一旦は蘇生やってほしい。そうね。とりあえずやることだけやってダメだったら諦めるぐらいの感じ。おくにさん、頑固でもいい。たくましく育ってほしい。どうなんだろうね。頑固はどうなんだろうね。周りの人的には、いやーって感じなんじゃないの。よしさん、意思表示カード、良い制度だと思います。安楽死も自分の判断にしてもらいたい。そうだね。お気に入りさん、カニタンさん、中途半端な蘇生も辛いですよ。ああ、そうね。確かにな、そうだよね。で、そういえば、さっきだったっけな、そう、さっきだ。ちょっと時間あるから話のネタないかなと思って YouTube ね、探してた時にさ、6年間植物人間だったけど質問あるみたいな動画があったんで、それを見てたかな。ねえ、で、6年間植物状態で目を覚ますってどんな感じなんだろうって本当思ってさ、普通に目が覚めた感じだったっていうね。へえーと思って。そうなんだな。ね、6年間も植物で、なんで戻ってきたんだろうねっていうのがさ、まあなんかいろいろ、っていう感じね。で、本人はもう普通にただね、寝て起きただけの感覚なのに、周りの人は泣いてるし、で、自分はほら、胃ろとかでね、なんかあちこち管通ってたみたいで、穴が開いてたりとか、あとはまあカテーテルだったりとか、あとなんかおむつの人もいたのかな。なんかおむつの人もいて、おむつも取り替えてもらってて、色素沈着になってたりとか、あとはまあ歩いてなかったから、そのすぐにね、歩くっていうのができないとか、あとは、なんだっけ、ーっすげえ痩せてて笑ったとかさ、確かにそうよね。普通に寝て起きたと思ったら、げっそりしてたらびっくりするよね。なんか、そんな感じらしくて、普通に寝て起きた感じか、みたいなね。なんかいろいろ考えちゃうよな。想像したくなっちゃうよな。うん、そう。カニタンさん、中途半端な蘇生だ。カニタンさん、上手な人たちにやってもらいたいな。選べたらいいよな。よし、職場でトレーニングだ。そうだな。死ぬ気満々。お気に入りさん、街中だとソーセージに、チューするしかないかは問題ですね。ああ、そうか。街中でね、人工呼吸するのかな。あ、でも最近はしなくていいことになったんだったっけ。なんか、ほら、感染症とかの恐れがあるんで、なんかね、人工呼吸っていうの、そのチューするやつは、なんかしなくてよくなったんじゃなかったっけか、AED だっけ？ AED がなんか持ってこいみたいな感じじゃなかったっけ？ね、最近のあれはやってないけど、なんか高校の時はそれがね、なんかね、必須みたいな学校だったの。
もうなんかね、変わった学校だったんだけど、それ必須みたいな、トレーニングするさ、人形あるじゃんか。あれがいっぱいあって、で、それできないと卒業できなかったから、みんな昼休みになると、で、それがね、体育館っていうのかにあって、で、そっからね、出してきて、みんなで、あの、体育館でね、その人形を出して、でね、ちゃんと蘇生してるかどうかっていうメーターもあるわけよ。で、それでちゃんと蘇生しないと卒業できない学校だったんだよ。だからもうどんだけ練習したかっていうね、感じだよ。けど、まあそっからね、AED の使い方の練習は、多分ね、してないんじゃないかなと思うんだけど、記憶にないんだよね。まあ、免許を取るときに、もしかしたらやったのかもしれないけど、覚えてないんだよね。どうかなどうかなっていう感じなんでさ。なんかその人形で練習したのだけはとにかく何度練習したかわかんないぐらいやったんで覚えてるんだけど、AED はね、記憶にないんだよね。お気に入りさん。浦島太郎は煙に巻かれて、気がついたら知らない時代。そっか、玉手箱を開けてからの話か。吉井さん、マウスは街中など関係なくやってほしいですね。人が生きるか死ぬかですよ。あ、優しいね。さすがだな。やっぱね、吉井さんらしい感じだね。おきにさん、いや、ごめんなさいっていう場面はあるのでしょうが、助けていただけたら一生の、ご恩ですからね。ね。だからもう、本当あの、ね、漫画のようにさ、女の子とかさ、あとはなんだ、イケメン男子とか、なんか清潔感のな、とかなら、まあ、まだいいのかもしれないけどさ。いいのかもしれないけどさ、みたいな感じで、そう、木内鶴彦さん木内鶴彦さんってあんまり私知らないんだけど、ただその人が2回だか3回ぐらいさ、死んで、で、戻ってきてるらしいんだよね。で、なんか最近亡くなったらしいんだけど、その人がついに。でね、その時も、やっぱり今までね、2回も3回も死んで戻ってきてるから、また戻ってくるかもしれないよねっていうので、なんかやっぱり何時間か待ってたらしいんだよね。もしかしたら戻ってくるかもしれないからと思って。だから今回はさすがにもうね、亡くなった。亡くなったらしいので、ああ、そうなんだと思って。そんなに何回も死んだり戻ったりしてきてるくらいだから、結構なお年なのかなと思ったけどね。まあ今回はさすがにちょっと老衰でみたいな、そんな感じで亡くなったのかなと思ったんだけど、なんか意外と若かったみたいなんだよね。だから、あ、そうだったんだと思ってさ、なんかちょっとそれがびっくりだったかなって感じ。P さん、藤子さんがマウストゥーマウスしたい芸能人はマウストゥーマウスしたい芸能人ね、考えたことなかったな。よしさん、そっちのマウストゥーマウス。マウスツーで、そっちってどっちわかんねえな。まあ、カオスな感じがいい感じね。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。うん、よ
だ。よかった。よかった。なんかどうしても4回言っちゃう。4回、5回言っちゃうね、これね。おきんさん、どっちカイタさん。よしさん。よかった。いや、カイタさん、無事でよかった。ほんとね。無事でよかったや。おきんさん、ぐーちゃんがずっと絵に描いたようにじっとしててよかったね。おとなしいなヒーターがあればな。私が席立つとすぐここに座ってっから。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。ナイスパー。ありがとうございます。